椿だぜ。チカなのよ。今回はメガドライブ版、スーパーストリートファイター2をプレイしてもらうわよ。第4世代も末期って頃合いだな。リリースは94年の6月になるわね。格闘ゲームが盛り上がっていた時期だな。93年の9月に稼働した画廊伝説スペシャルのヒットもあって、格闘ゲームというジャンルがカプコンの独壇場ではなくなっていた時期ね。過酷なシェア争いだ。当時の状況をざっくりと振り返るわよ。つばちか。はい、先生です。ほい、生徒だぜ。はい、まずは基本的な部分のおさらい。本作は1994年6月25日のリリース。価格は強気の1900円。40メガの大容量なのよ。40メガとは随分と奮発したな。スーファミ版も発売日は同じなの。お値段もほとんど同じの1780円。でもロム容量は32メガと8メガ少ないのよ。なんとなく察したぞ。任天堂の取り分的な部分でコストカットせざるを得なかった系なんじゃないかな。大人の事情を置いておくとして、当時のレビューを見てみましょう。メガドライブ専門誌、ウィークメガドライブのレビューは40点中の30点。はい、こちらも4人が10点を持ち寄る形ね。思ってたよりずっと評価が厳しいな。ファミ通に比べれば評価が少し甘い傾向にある専門誌でも評価はぼちぼち。理由としてはやはり X がすでに稼働している状況で、結構なお値段の前作という部分が響いてはいるわね。気持ちはわかるよ。ガロスペが稼働してる状況なら出来が良くてもガロツ出されても困るってなっちゃう。はい、オリジナルであるアーケード版のお話。このゲームはもちろん知っているわよね。知ってるよ。知ってるんだけど、気がついたら X になってたから普通のスーパーっていうほど遊んでないかも。スーパーの稼働開始は93年の10月で、X は翌年の3月に稼働開始しているの。半年動いてないのか。先に少し触れていた部分ではあるけど、同じ時期に画廊伝説スペシャルが稼働を開始。アーケードの格闘ゲーム人気を二分する状況になっていたわね。94年の3月にはリュウコの剣2、夏には KOF と SNK の新作ラッシュは続いていくわ。はい、正直に言うとこの頃は多分 SNK にだいぶ傾いていたと思う。はい、九段のスパ2ですがユーザーの反応は芳しくなかったの。ターボのスピードに慣れていたユーザーにとっては、ゲームスピードがとても遅かったので、またターボから弱体化を食らったキャラや技も多く、旧作ファンからは不満の声も多かったの。新キャラの4人も好意的には受け止めてもらえず、嫌いなキャラの上位を新キャラが独占していたわ。 DJ が嫌いでした。以前の X 面の動画でも触れたけど、本作から新規ハードの CPS2 基盤なのね。ラッシュやターボの時は、これつけたらターボになりますって的な売り方だったのが、ハード1台買ってくださいになったのよ。売るのに苦労したって話もあったな。画廊伝説スペシャルの超必殺技が話題になっている中、どうしても本作は絵的にも地味な印象が強かったの。出せば売れていた時代は終わったんだな。そしてストリートファイター2の最終版、完成品ともいえるスパ 2X が登場するわ。超必殺技相当のスーパーコンボが搭載され、ゲームスピードも3段階から選べるようになったな。とても完成度が高く、確固たる人気を獲得したわね。レトロゲームを扱うお店なら今でも現役稼働していると思うわ。こっちはこっちで移植に問題はあったけどな。負けハード 3D を1000倍になってしまい、一般への販売が随分と遅れてしまったわね。はい、というわけでメガドライブ版スーパーストリートファイター2プレイしていくわよ。当時としては新キャラが増えるだけでも嬉しかったものだ。つばちか。はい、まずは恒例のオープニング視聴の儀から。スーパーのオープニングって言うと、竜がゆっさゆっさしてるやつだな。他のキャラのカットインはなしで竜が波動拳を打つだけのものね。お、結構それっぽいぞ。アーケード版で見た時はそれなりにインパクトがあったわね。今回も竜でプレイしようと思います。安定の主人公。前回との比較という意味でもそれでいいと思うわ。当時は残利使ってたとは思うんだが、カットでスクリュー出るかはとても怪しいからな。タイトル画面は派手になったわよね。クソデカスーパー。よし、ゲームスタートだ。ゲームスタートのところで左右を入力することでゲームスピードの変更が可能よ。星なしから星4までの5段階か。ちなみにスーファミ版は4段階の調整になっているわ。星2で行きましょう。難易度はデフォ設定のまま、難易度は8段階の5がデフォルトになっているわ。 4じゃないのか。 CPU 戦はラスボスを含めて12人を倒す仕様なのだけど、オプション項目のエキスパートにすれば16人と戦えるわ。デフォ設定で。再下段の中央部分に新キャラ4人が固まっているわ。竜からの並びは旧作通りに並んでいるのよ。茶竜で。
本作から各キャラクターのカラーバリエーションが8色に、各ボタンで6色、押しっぱなしとスタート決定の合計8色だな。弱パンチで無印、中パンチでダッシュ、強パンチでターボカラーね。グラフィックの色数やボイス面はメガドライブ基準ってことでギリギリ納得はできるんだが、 BGM がダスクラスの時に比べてもペライ印象だな。音に対する不満点は比較的多く聞かれる部分になるわね。ただスーファミ版ではまるっとカットされたものもメガドライブ版には入っているのよ。ラウンドコールとかがスーファミ版ではカットされているんだよな。他にもラウンドをまたぐ際に BGM が継続するの。この要素はスーファミ版ではカットされているのよ。そうだったのか。はい、尺の都合もありますので、四天王までは1キャラ1試合程度にはしょるのよ。新キャラのフェイロンだ。はい、今では中国の都市である香港。97年に中国に返還されるまではイギリス領だったのよ。大丈夫大丈夫、おっさんしか見てないチャンネルだからみんな知ってるって。投げちゃった。はい、フェイロンはシリーズでは初となる連続入力系のコマンド技を備えた近接キャラね。劣化剣だな。はいはいホワイ。食らってんじゃないわよ。下手くそめ。浮いていれば連続ヒットはしないわ。やめてやめて。てんや。雑な劣化剣に差し返し。ザーコザーコ。昇竜拳を破らぬ限りを前に勝ち目はない。絶対的な昇竜剣進行。お次はブランカだな。ちょっと男前になって変な挙動のローリングも追加されたわね。難関後ろに跳ねてからのバーチカルっぽいやつだな。バックステップローリング。竜はファイヤー波動拳が正式な技になったんだ。あとは真横に進んでた空中竜巻が放物線起動になったな。いい感じに押してるわね。昇竜拳。アホーが。ヒットさせて大幅不利である。さすがにかわいそうだな。勝利メッセージはさっきと同じね。カプコン名物、車壊し。ちなみに次回作の X からボーナスステージはなくなってしまうのよ。連続技が出ません。相変わらずのポンコツである。左向きなら出るんだよ。不思議。単純に練習不足です。4人目、DJ。こいつ苦手だったな。X でさらにうざくなったわね。そうか、この時代はまだジャックナイフマキシマムがないんだな。やたら判定の強いスライディングタイプにも困ったわね。波動拳ポコポコ食らってピヨってくれるのほんとスコ。ピヨってる相手に連続技ミスるところまでがワンセット。本は飛ばせて落とす。連続技なぞ不要。このキャラにも下ダメ腕とパンチ連打っていう、これまでになかったコマンドが実装されてるわね。おっつ。はい、陽気なジャマイカンを撃破よ。ノリが悪いぜあんた。デレって。お次は喧嘩。キャラ数が増えた影響もあって総当たりではなくなったの。四天王は固定だけど他の8人はランダムで登場するのよ。見た？アッパー昇竜拳。当たっとらんやろがい。当たったよ。大昇竜拳になってたわよ。うわ、左右逆だ。めくられた。それはただの裏落ちです。弾で押していく。開いた。それはあかんやろ。油断する方が悪いのよ。ミスった。また裏かよ。負けてんじゃないの。あれれ。でもだって、マーハイインは私のミスだがな。でもだっての使い方がおかしいわよ。今の私に油断はないということだ。よくわからんけど頑張ってちょうだい。弾ヒット。踏んだぞ。ピヨってはいないわね。無理に攻めちゃいけない。堅実な弾こそが勝敗を分かつのだ。若が。殿下の強盗。上殴って避ける。昇竜拳。余裕を持って倒せたわね。次行ってみよう。今度はメキシカン、ティーホークの出番よ。こいつも終盤出てくると事故りやすい。新キャラ全般そんなイメージあるわね。こいつは対空も突進も持ってる残機なんだ。突進技は空中からの方。地上から直でまっすぐ飛んでくるのなかったっけ？確かコンドルインスパイア。コンドルスパイアね。それは03とスト4の技なのでこの時代はまだ存在してないわ。そうだっけ？まあこいつは飛びを誘って丁寧に対空取るだけでいけるはずだ。隙だらけだ方面。怒りのメリチャギ。昇竜拳。ほら飛んでこいって。コンドルは飛んでいくって言うだろう。何それ、クソ懐かしい。今でも音楽の授業の定番ソングなんだろうか。コンドルが無事にドナドナされてフル時計牧場なのよ。小さい秋見つけちゃうわ。はい、ボーナスステージ。ボーナスステージなら出る連続技。ツバチカ。はい、お次は相撲。
この相撲も終盤に出てくると恐ろしい。ぶっちゃけ誰が出てきても恐ろしい。玉もう一丁。おいしい。今だ。必殺。投げるんかい。ミスって投げられるビジョンが見えてひよった。もろたで。ナイス昇竜拳。ヒット。100巻抜け。使った。ここぞ。パーフェクト勝利ね。相撲編か。余談ですが2回目もパーフェクトでした。6万点。四天王前最後の敵はザンギエフ。おいおい、キャミーもチュニーもなしかよ。無才だろ。時、おっさんだらけの格闘大会。ポロリはないから安心したまえ。あってたまるか。はい。ザンディエフも年々スクリューの威力が下がっていったよな。初期の頃はぴったり3発で KO できる威力があったわね。今の感覚では考えられん威力だな。単発で3割はしょぼめの超必殺技クラスね。ぐは。そりゃあの距離で波動拳打ったら座れるわ。スクリューのボイスがいいだったのがすごい違和感。やっぱりはーんじゃないとしっくりこないわ。はい、無事に最初の8人を撃破したわね。ここからは四天王だ。カットせずにお送りします。バイソンだな。海外名はバルログ。はい、ノーコンティニューでクリアできたらバンボ反応数が1品増えるわよ。マジか。がぜんやる気が出てきたぞ。アッパーポンコツ。相打ちオッケー。とにかく弾だ。弾を押し付けていけ。バッファローヘッドで抜けてくる。あれすごい強いんだよな。もう一丁弾。ひよったわ。確実に倒しましょうね。メリチャギ。こいつは問題なく処理できそうだ。見ろよ、なんかスコアの切りがいいぞ。55万。弾昇竜拳。ノリで昇竜拳出してるからよ。あれでバシーンと返せたらなんかこいつ分かってんなって雰囲気醸し出せるやろ。多分そこも止められてないのよ。私だってやるときはやるんだぞってところをここらで見せておきたい。みんなお前さんの失敗に期待しておるぞ。そう愛神崎。いつのネタよ。そらよっと。してやったりって顔してんじゃないわよ。バイソンの時では私は止められないのだ。バイソンがやられたか。しかしあやつは四天王の中でも最弱。次はバルログだな。次はタルでした。こいつが一番の強敵まである。椿さんこれ苦手よね。なんかうまくいかないボーナス。はい、四天王の2人目。バルログ、海外版ではベガネ。こいつはなんか昇竜拳出せればなんとかなる雰囲気しかない。あた、ちょま。大足反撃。弾。もう一丁弾。ひよったわね。よし、いい子だ。ふふ。鼻で笑われた。もうわざとやってる互いまで出てくるレベルよ。いや、そりゃ、わざとよわざと。本当はバシーンと決められるんだよ。ほら、あるじゃん。取れ高ってやつ、あそこでミスった方がなんかその感じになるやん。そういうのいいから。見たまえ、このギリギリの激闘感、こういうところをしっかり演出して、テレビの前の視聴者をハラハラドキドキさせてこそのエンタメなんよ。テレビっていうなし。まあ実のところ普通にボコられながら危機一髪だったんだけどな。見りゃわかるでしょ。このままサクッと撃破してやるのだぜ。頑張って。こいつほんと、ぴょんぴょんしやがって。ぴょんぴょんは日本語のオノマトペ。なんか跳ねてる様子を指す言葉なのよ。その解説いる？メガドライブのタイトルはブラジル方面からの需要が熱いのよ。そうなの？ってやられそう。ブラジルはゲーム機の輸入に対してとても高い関税がかかるの。そんな中、セガのメガドライブは現地法人がライセンスを取得して、今でも現地生産が続いている人気のガチハードなのよ。なんか昔そんな話を聞いた気がする。現地で独自進化を遂げ現在はメガドライブ4が販売中なのよ。俺たちのセガは今もブラジルで生きていた。南葛月の裏側でナチスが生きていたって映画あったよね。なぜ今その話を思い出すのよ。地球の裏側からセガが攻めてきたら超面白くね。セガの圧倒的科学力がソニーやニンテンドーを駆逐するんだぞ。そんなん絶対面白いやろ。 AI がこのまま進化すればそんなアップは映画も自前で作れるようになるかもしれないわね。いや、映画じゃなくてリアルでさ。それはねがブラジルから上陸、ドリームキャスト2、19,800円。チヘドハック価格設定やめろ。いや、ほら、最近はそこそこなミニ PC も2万円台で買えるって言うだろう。アホな雑談してる間に負けそうじゃない。買ったわこれ。謎の思考停止で玉食らってくれただけじゃないの。勝負は時の運ってね。はい、なんとかバルログを撃破したわね。あとはサガットとベガだな。おかず一品増加にいいシャンテンだ。
イーシャンテンは麻雀用語なのよ。リーチ一歩手前、麻雀知らなくてもランマの歌で知ってるかもな。やパパーやパパーイーシャンテン。はいサガット。決して欲張らない。いける球を見極めて飛び込めばいい。この時代のサガットは最強キャラとして君臨していたのよ。対戦ダイアグラムってやつだな。ダルシム以外には有利が取れる強キャラなのよ。ダルシムも強かったんだっけか。スーパー時代はサガット、ダルシム、バルログあたりが強キャラとされていたようね。まあそのあたりは腕前が互角という前提の対人戦の話だ。相手が CPU なら話は違ってくるのだぜ。バカみたいに弾ばっかり打ってくるサガットは処しやすい相手ね。対空はとても強いので決して甘えた飛びは見せないことが肝要なのだぜ。余裕があれば球を打つ。届かん。ここでどうだ。やっぱあかんか。球を見てから飛ぶくらいでいいわね。開いた。足払いからの波動拳。置き攻め削り。あぶねえ。アッパーのみ。痛い。ダメか。足払い。球も持っていけ。それはあかん。早めの対空。ヒットしたぞ。優しみ。キャー怖い。詐欺とビフミ。球。はい。無事にサガットを撃破したわね。おかず一品増加チャレンジ。前回は割と最後でボコボコにされたけど、今回は一発で倒せるかしら。案ずるな。昇竜拳は無敵だ。はい。ラスボスのベガ様よ。海外名はバイソン将軍ね。かかってこい。安定の弾2発でピよりからのアッパー昇竜拳。当たってねっつーの。でも出たし。そこを誇るんじゃないわよ。結果的に勝てば勝ちなんだよ。見ろ、大幅リードだ。隙だらけだぞ、方面。お疲れ様でした。はい。サイコクラッシャーが好きだらけです。対人バランスを考慮した結果、ラスボスとしての圧が下がったな。解決策として次から真のラスボスとしてゴーキが登場するわね。あいつはプレイヤブルとラスボスで違うキャラだしな。ヘッドプレスからのスカルダイバーでピより。そんな名前だったのあれ。正確にはサマーソルトスカルダイバーよ。副派。とても長い足。まずいまずい、押されているぞ。頼れるかいく。どんどん飛んでこい。遠くから飛んでこい。ふわっと飛んでこい。それじゃない。くっそ、ここで昇竜拳でないでどうするんだ。これでイーブン。勝てるかしら。負けられない戦いがここにある。弾。あかん。あかんて。弾。ひよったわよ。しまった。弾撃っちゃった。弾。逃さん。鳥かごである。逃げられた。せいや。弾。ノーコンティニュークリアだ。おめでとう。晩ご飯のおかずが一品増えるわよ。またほうれん草かよ。文句言うなら食べなくていいです。ごめんなさい。いただきます。はい。エンディングはおなじみのやつ。無事にクリアできたところでレビューをお願いするわ。エンドロールはないので簡潔にね。マジかよ。もっとのコンティニュークリアってところを褒めてくれても良いのよ。いいからレビューしやがれ。はい。単純なバージョンアップ作としては水準以上の出来だと思う。音がしょぼいのは残念ポイントではあるがそこは仕方がない部分だ。前作同様、スーファミ版と比較すると、よりアーケードに近いプレイ感覚が得られるのは本作だとは思う。8目が多いって部分は単純に削られずに残った分が多いってことだ。ただ時勢を考慮するとやっぱり X が人気作って状況での結構お高い前作って部分はもやっとするよな。X の 3D を1000倍って部分では結構なお金が動いていたとの話だけど、スーファミ版とか出した方が多分儲かってたって話もあったわね。さすがに分母が違いすぎるだろ。これ以降の作品はサターンやプレステといった第5世代に活躍の場を移していくわ。憧れの完全移植は目の前だ。はい。本作を一言で言い表すなら両移植。はい。両移植いただきました。メガドラミニ2収録タイトルだしな。ただスーファミ版も選択肢に入る状況でどっちかって言われると悩ましい。個人的には6ボタンパッドが2つあるならこっちと言いたい。3ボタンパッドではさすがに厳しいのよ。つばちか。はい。無事にクリアできたところで今回はここまで。いやほんと久しぶりだな。すんなり無事にクリアできたの。毎回こうなら撮影が楽なんだけどね。実は1回撮り直ししてます。ノーマルスピードでゲーム開始して、なんか遅くねってなってやり直したのよ。クリアしてから気づくウォンプラっぷり。スーパーはこうだったって言い張ってたのお前じゃろがい。誠にごめんなさい。
こんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだ。まだの人はぜひチャンネル登録してくれよな。トップページのリンクをクリックすれば X のアカウントにアクセスできるのよ。少し早めの投稿予定を知りたい人はフォローしてくれよな。その上にあるチャンネルの概要欄をクリックすると干し芋やマシュマロを投げられるわよ。欲しいもは Amazon の欲しいものリスト。何かご支援いただければこの辺の空いてるスペースが賑やかになるかもしれません。マシュマロ質問はたまったらネタにするのだぜ。動画のコメント欄でも全然大丈夫よ。というわけで最後までのご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。また遊びに来てくれよな。またね。本年度の目標は登録者2500人とか申しておりましたが気がついたら2000人を超えていたわ。誠にありがとうございますなのだぜ。これは早急に年度目標を改める必要があるわね。3月末をもって第1四半期として振り返るのだぜ。そこ普通は第4四半期よ。会社じゃないもん。